ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアのウクライナへの本格的な侵攻から1年が経とうとしています。この機会に、ロシアのプーチン大統領が演説を行いました。1年が経とうとしている現在においても、彼の主張は1年前とほとんど変わらない、荒唐無稽、そして被害妄想にあふれた非常に滑稽なものでした。しかし、だからこそ独裁者がそのような思想に走った場合において、多くの人々が人生を狂わされる最悪の事態を招いています。今回の動画ではプーチン大統領がどのような演説を行って今後のロシアの自滅の道へと進んでいくかについて解説していこうと思います。それではプーチン大統領の演説内容のニュースから。プーチン氏演説、自衛戦争強調、侵略を正当化。ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチン大統領は21日、モスクワで外交や内政の方針を示す年次教書演説を行い、ウクライナを支援する米欧諸国がロシアを敗北させ永遠に滅ぼそうとしていると主張した。この最初の発言からしてもすでに間違いだらけの話です。現在ウクライナに対して欧米諸国は兵器供与を行っていますが、その兵器供与には規制がついています。それはロシア本国領への進軍に使うようなことには用いてはならないという規制です。例えば、欧米製の戦車を供与するんだけれども、その戦車でモスクワへ進軍するような真似はするなといった具合です。欧米諸国は、ウクライナに対して、ロシアを滅ぼせなんていう話は一切していません。プーチン大統領の被害妄想が炸裂している一言だと言えます。ロシアは国民の命と故郷を守るとも述べ、今回の軍事作戦はロシアを屈服させようとする、米欧に対する自衛戦争だとする自説を展開。米欧は戦場でロシアを敗北させることは不可能だと悟るだろうとも述べ、軍事作戦を完遂する意思を示した。なお、ここで敗北させることは不可能だと言っているわけですが、すでにロシア軍はウクライナの首都キーウ攻略に失敗していますし、ウクライナ第2の都市ハルキウ攻略についても失敗。さらには、去年の秋はハルキウ州において、ウクライナ軍の電撃的な作戦によって、ロシア軍は大惨敗を喫し、占領地域を大幅に失いました。さらにはその後、ウクライナ南部戦線において、ドニプロ川西岸地域における敗北もあり、ここでもまた占領地を大幅に失っています。このようにロシア軍はすでに何度となくすでに敗北を喫しています。しかし、負けを認めないことによって永遠に負けは存在しないと言っているだけの話であり、ほとんどこれは子供の理屈だとも言えます。24日で開始から1年を迎える軍事作戦をめぐり、ロシア世論調査などからは、国民内に水面下で厭戦機運が高まっている兆候が浮かび上がっている。プーチン氏は今回の軍事作戦を第二次世界大戦の対ナチスドイツ戦と同じ祖国防衛のための戦いだと位置づけ、国民の愛国心を鼓舞し、作戦継続への支持を高める思惑だ。プーチン氏は演説で、米欧は1930年代、ナチスドイツの台頭を許したと主張。旧ソ連に侵攻したナチスと同じく、米欧は現代もロシアへの攻撃を企図しているとし、そのため米欧はウクライナを取り込み、ロシアを攻撃する手先にしようとしたと主張した。その上で、軍事作戦の目的は、ウクライナから米欧の影響力を排除することだとし、改めて侵略を正当化した。ここでもまた歴史観にかなりの歪みがあります。ナチスドイツによる台頭を許したと言いますが、そのドイツを打ち破るために、当時のソ連に対して凄まじい援助を行ったのはアメリカです。レンドリース法を用いてあらゆる兵器や軍用車両などをソ連に提供し、それに伴ってソ連はドイツを押し返すことに成功したのです。あたかもソ連単独でドイツを打ち破ったかのような言い方というのも全くの間違っている話です。何より祖国防衛戦だと言いつつ、現在の戦場は全てウクライナ領内の話であり、ロシア本国領で行われているわけではありません。勝手に他の国の領土を自分の領土だと主張し、その奪った領土を元にして、そこが襲われたから祖国防衛戦だというのは、これは明らかに侵略のための理論のねじ曲げというものです。続いて、産経新聞の記事で触れられていなかった部分について補足です。ロシア大統領、新スタート履行停止を表明。脱退はせず。ロシアのプーチン大統領は21日の議会演説で、アメリカとの新戦略兵器削減条約、新スタートの履行を停止すると発表した。大統領は、条約から脱退したわけではないと説明。ロシアの履行停止を発表せざるを得ないと述べた。その上で、国内原子力企業ロスアトムに必要に応じて核兵器実験ができるよう準備を指示。ただ、ロシアが最初に実験することはない。しかし、
アメリカが実験すれば我々も行う。世界の戦略的均衡が破壊できるという危険な幻想を抱くべきではないと述べた。新スタート条約は2010年に署名され、翌年発効した。2021年に5年間延長された。アナリストは、ロシアの履行停止で条約の継続的な遵守確認が難しくなるとの見方を示した。記事の後半部分、新スタートについての話をしておきましょう。これはアメリカとロシアの話し合いに基づいて核兵器を順次削減していこう、そして削減していることをお互いに確認し合おうという条約です。この条約について勝手に履行を停止したということは、ロシア側には核兵器を今後作るぞ、増やすぞという可能性を示しています。しかしこれは明らかに自滅の道を示しています。なぜならば、これは20世紀の時代、米ソ冷戦時における核兵器の保有数増大というのが、両国にとって凄まじい経済的な負担をもたらしました。特に経済的に弱いソ連の場合だと、核兵器がどんどん増えるということは確かに見た目上の戦力は増えていくのですが、実際問題それを支えるだけの国力維持は非常に難しいものでした。現代においては、ロシアはエネルギー資源を輸出することによってお金を工面できる。だからこそ核兵器を増やしても大丈夫だと考えているかもしれませんが、結局のところ固定費がどんどん増える核兵器の増産というのは金食い虫であることは間違いなく、結局それが収入がいくらあっても足りない状況をきっと生み出すでしょう。プーチン大統領はアメリカが核兵器実験をしたらといったような話をしているわけですが、現代において特にアメリカの場合だと別に地上核実験も地下核実験もせず、すべてコンピューター内で行えます。ですから、いついつやったといったことをわざわざ発表しなければ、核兵器実験を行っているかどうかなど、もはやわからないような状態です。このような状況下で、ロシアの方が一方的にアメリカは核実験をやっているだろう、だから我々は作るんだみたいな話を捏造することもいくらでも可能なわけです。新スタート条約というのはアメリカ、ロシア双方にとって利益のあったことなのです。むしろこの条約によって一番利益を得ていたのは、この条約の制限下にない中国が核兵器をいくらでも増やせるというような欠陥があることでした。今後ロシアが新スタート条約の履行を停止することにより、結局のところ核兵器をもっともっと増やそうという意思を持つとするならば、生産維持管理そのメンテナンス費用がずっとかかってきて、ロシアにとってわざわざ金食い虫を抱え込むだけになるのではないかと私は思います。さて、話はもう一度記事前半の方に戻りましょう。今回、プーチン大統領が演説を行いましたが、その演説内容は去年とほとんど変わらないものだと評価されています。実際その通りで、言っている内容そのものは以前とほとんど変わりがありません。しかしそのことがまた、ロシアによるウクライナ侵略はまだまだ継続されるということを示しており、非常に厄介な点です。何しろ、実際の戦場、特に初期の頃はウクライナの首都キーウに迫っていましたし、第2の都市ハルキウにおいても凄まじい攻撃があった。そのようにして、ウクライナの主要拠点がかなり危険な時期というものがあったわけです。その頃におけるプーチン大統領の言葉として、ウクライナのゼレンスキー政権を倒すといったことはまだまだ現実味がありました。しかし現在においてはどうでしょうか。すでにウクライナの戦線は東部南部に限られています。戦線は非常に長く、凄まじい戦闘が様々な場所では起こっているものの、じゃあそれによってウクライナ全体の破滅するようなあっという間の戦局の転換というのがあるのでしょうか。現在のところそのような事態には陥らないだろうと考えられています。ロシア軍による本格的な攻勢はすでに始まっており、しかもアメリカの戦争研究所はこれ以上新たな戦力を投入することは難しく、予備戦力の投入によってまだ攻勢は続くものの、すでに大規模攻勢のピークは達したか、もしくは達する寸前ではないかというふうに評価をしています。そのような状況下において、前線でロシア軍はじわじわとは進んではいるものの、そのような進軍の速度であれば、動員した30万人が全員亡くなったとしても、まだウクライナ全土を制圧することなど不可能でしょう。ですから、プーチン大統領の当初言っていたこと、目標はどんどん引き下がっているというのが事実です。ウクライナのゼレンスキー政権を倒すといったことはそもそももはや不可能に近いですし、主要拠点を抑える、ハルキウやオデーサを抑えるといったこれもまた夢のまた夢となり果てています。
そのためにプーチン大統領はドンバス地方だけでもなんとか抑えようという小さい目標に切り替えることによって、あたかもロシア軍による侵略がうまくいくかのようなごまかしをしているわけです。しかしこのごまかしもいつまでも通用するようには私には思えません。例えば現在戦線は非常に膠着状態が続いている場所が多いこともあって、砲撃戦が非常に激しく繰り広げられています。ハイテク製品ではない砲弾というのは、ロシアのような独裁政権の指示に基づく増産がかかっている国では大量に製造することができ、それがロシア軍の砲撃戦優位という状況を生み出しています。しかし、砲撃戦が続けられるその理由というのも結局は戦線が膠着しているからこその出来事だと言えます。現在のウクライナ軍は欧米製の戦車や歩兵戦闘車が前線へ集まってくる春を待って今はじっとこらえているような状況です。機構戦力が整って反撃戦が始まれば戦線の膠着状態というのは解消されるでしょう。そのような状態においては砲撃戦をいつまでも繰り返すようなことではなく、もっともっと戦場は流動的になって、ロシア軍がこれまで得意としてきた戦線の膠着人海戦術による押し出し、そして砲撃による優勢確保というこの戦術そのものも、私は春以降においてはもはや通用しなくなる可能性があると思っています。プーチン大統領はロシアは戦争で負けることがないといったような話をしているわけですが、ウクライナ軍に国境まで押し戻されても、きっとその時もまた、ロシアは負けてないときっと言うのではないかと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。プーチン大統領が演説を行いました。その内容というのは非常に問題点だらけで、だからこそプーチン大統領には戦争をやめる気がないというのが非常に伝わってくる内容でした。しかし、プーチン大統領の認識がこのまま続くようであれば、ロシアはもっともっと衰退への道をたどることでしょう。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。